뒤집으면서 들어가야 할 때 찾아 나머진 바빠 개설레임 바꾸는 사람들 시간만 지나가 자신감 가지고 해와 그냥 천천히 들어가야 해 어쩔 때에는 무작정 들이밀기만 하지만 그런 거랑 차이가 있어 baby 풍선을 타고 난 날아올라 yeah. 풍선을 타고 난 날아올라 yeah. 풍선을 타고インチョに着きました。おお寒い。バスで、ホテルに向かいたいと思います。3B のバスに乗って、予約してるカンナムのホテルに向かいたいと思います。おはようございます。今日は、韓国2日目。昨日の夜韓国に着いて今日、実質1日目ということで、今から、朝ごはんをまず食べに行こうと思います。家を取ったりとか、あとお買い物だったりとかっていうのと、あと別でちょっとエルパトをまとめて動画にしようかなと思っているので、動画を分けて公開する予定なので、早速撮影していきたいと思います。こんな感じになってます。下はブーツでテディベアコートにマフラー。寒そうです今日は。
カスリってメイクを全部落とされちゃったので、ホテルに戻って軽くメイクと髪を直しました。で今からハンナムドの方に行こうかなと思っています。いくつか気になってるお店があるので、久しぶりに行こうかなと思ってるところなんですが、今日はねちょっと時間ないんで Uber に頼って移動していきたいと思います。
はい、おはようございます。今日は韓国2日目です。ちょっと朝打ち合わせがあったので、打ち合わせ出てからお昼ご飯かな、ブランチ食べに行きたいと思います。今日は後半、午後から肌管理があるので、多分メイク落とされちゃうので、ちょっとキャップかぶってすっぴんで対応できるようにしたいと思います。今日ね、雪なんですよね、外。それもあってこんな感じでモコモコして出かけたいと思います。
も通りVlog の最後は、韓国の購入品をご紹介していきたいと思います。とりあえず、オリーブヤングで買ったものから、スキンケアがほとんどなんですけど、ボディケアだったりとか、あとインナーケアが少しあるので、最初にそれをご紹介していきます。これが、1つ目なんですけど、この着圧ソックスみたいな、日本でいうメディキュットみたいなやつなのかな。これ、なんか売れてたので、買ってみました。アメリカに戻ってきたばっかりで、全然何もほとんど開封できてないんですけど、これを機に開封していきます。あ、こうなってるんだ。そういうことね。この足首から上のふくらはぎだけ履くタイプ。ちょっと今デニムだから履けないんだけど、こういうことね。へー、面白い。この形、確かに日本であんまりないかも。足が出てるやつ。ちょっとこれまた履いてみて、インスタでレビューしてみたいと思います。で、次がボディケアで、これ、エストラっていうブランドの、ボディクリームがあったので買ってみました。で、これが、なんかね、いつも私セタフィルだったりとか、あとセラビだっけみたいな、アメリカのやつ使ってるんですけど、なんかね、ちょっと安くなったので買ってみました。こんな感じです。全然お試しもせずにパパッと買っちゃったんですけど、あ、でも結構サラッとしてるかも。いつも使ってるのが、ちょっと持ってきましょう。いつも家で使ってるのはこのアメリカのやつなんですけど、なんていうの？セラビー読むのかな？これ結構テクスチャーが硬くて、しっとりはするんだけど、あとちょっと独特な匂いがするかも。エストラの、これは結構ね、さらっとした使い心地で、匂いはね、ほぼしない。匂いは、全然香りはついてない感じなんですけど、変な匂いもしないかなっていう。これ結構良さそう。とりあえずこれちょっと使ってみようと思います。ちょっと前の、韓国の購入品動画で紹介したこのカッサなんですけど、多分旅行中どっかに置いてきてしまって、2台目を買いました。足のふくらはぎのマッサージとかするときに、いつも手でこうやってやってたんですけど、手でやると関節が太くなりそうだなと思って、TWICE のサナちゃんとかが、なんか愛用してるっていうので、なんかのインタビューで見て、あ、これだと思って買ってみました。ちょうどいいタイミングで韓国に行けたので2台目を買いました。これオリーブヤングのオリジナルのブランドかな。で、あとインナーケアだと、これかな？これなんかむくみに効くっていうので、X で口コミを見てちょっと買ってみました。錠剤なのかな？どんな感じなんだろう？ちょっと取り開けてみよう。お酒をすごい飲むので、むくみ対策のサプリは何個あってもいいかなっていう。あー、こういう感じね。なんかこう、錠剤がいっぱい入ってる感じです。錠剤なら飲みやすくていいかな。ちょっと一回試してみます、これは。これ読み方が全くわからないので、スクショできるように、写真が撮れるように、はい、アップにしておきます。インナーケアで言うと、これかぼちゃの前も買ったジュース2個買って、1個、お腹いっぱい飲めなかったので、持って帰ってきたっていう感じです。韓国の美容医療だったりとかした後に、下の薬局で売ってておすすめされて買ったんですけど、むくみだったりとか、あとは腫れ？例えばリジュランやったりとか、あとはフィラーとかの後の腫れにも効くみたいなので、ダウンタイム中にいいということで、これを買って余ったやつを持って帰ってきました。これね、そんなに癖もなくて飲みやすいです。で、あとこれが、ユーシモールっていう、なんだっけ、デンタルケアのブランドです。これの、この間歯磨き粉を買ったんですけど、これなんて言うんだろう、ブレスケアみたいな感じなのかな、日本で言うと。錠剤のタイプの、ブレスケアが売ってたので、なんか見た目も可愛いし、これ多分1個ずつパキってできるのかな。なんかそんな感じなので、こんな感じ。あ、ほらほら、こうやってちょっとパキって、
小分けにできるタイプなので買ってみました。韓国はね、結構なんかガーリックが効いたお料理が多いので、こういう系の製品ってすごい韓国いっぱいあるので、きっと効くんじゃないかなと思って、いつも見かけると新しいもの見ると結構買っちゃいます。ボディケア、インナーケア、こんな感じかな。じゃあスキンケアに移りたいと思います。最近、なんだっけ、こういうアンプルにすごいハマってて、美容液ですよね。こういう瓶に入ったタイプの美容液にすごいハマってて、トリデンのやつをこの間友達にもらって使ってよかったのと、あと何度か買っている、センテリアン24の、医薬品なのかな、薬局でしか買えない方のアンプルがすごい気に入っていて、他にもなんかもっと保湿に特化したのがいいなと思って、探してて、口コミを見たらこれがいいっていう風に書いてあったので、センテラのアンプルを買ってみました。どんな感じなんだろう。これもね、試さずに買ったんですよね。なんかもう、時間がなくて。匂いそんなしない。結構思ったよりサラサラしてるかも。マダガスカル産のツボクサエキス、シカを配合したスキンケアブランドだって。ってことだから、シカクリームのアンプルみたいな感じだ。何もわからずに買ってました。でもなんか、説明を見た感じ良さそうなので、一回ちょっと試してみたいと思います。この間アメリカのコストコに行ったら、これね結構このサイズのが2本セットでボンボンって入ってて、27ドルとかだったかなって売ってて、意外と韓国コスメもコストコ置いてるんだと思って、あとね、なんだっけな、ジョソン・オブ・ビューティーだっけっていう、日焼け止めとかが有名な、これもオリーブヤングに置いてるブランドの、あれは確かね、あれもアンプルだったかな、なんか保湿クリームみたいなのだったかな。とにかくそのアイテムも置いてて、最近ね、アメリカのコストコでも韓国コスメを見るようになりました。というわけで、これがセンテラのアンプルです。で、じゃああとはパックですね。箱買いしたやつからいこうかなと思うんですけど、すごい量。こんな感じ。単品で買ったので、これぐらい量があります。はい。で、こっちには、一回試して買ってみて、リピで買った箱買いのものがあるので、先に単品で買ったものからご紹介していきます。アビブ。これもリピ買いなんですけど、マイルドアシリック pH シートマスク。これ、復活草の、シートマスクを4枚買いました。これはね、乾燥に効くマスクだったと思います。これ結構気に入っていて、あんまり、リッチすぎず、ちょっとさっぱりした感じの使い心地なので、普段使いだったりとか、旅行とかに持ってくのに、いつも重宝していて、これは結構見つけると、あと安くなってると必ず買うパックです。4枚買いました。これね、新しい、新種のパックを見つけたので、これも2枚とりあえず試しで買ってみました。ダーマトリーのレチノールのパック、今まで何回買ったことあるんですけど、それの多分上と下が分かれてるタイプなのかな。グルタチオン酸だ。多分どっちかというと透明感出したりとかするような成分ですね。グルタチオン酸。最近私も見つけると結構グルタチオン酸の製品は買いがちなんですけど、はい。これ、とりあえず2枚買ってみました。で、これの仲間で、このレチナールコラーゲン。リフトジェルマスクだ。こっちはあれだ。リフトだから、リフトアップ効果のある方のマスクが、仲間であったので、2枚ずつこれは買っています。これね、ちょっと高かった気がする。これもね、上下分かれてるタイプ。どんな感じなんだろう。とりあえずまた使ってみてレビューしていきたいと思います。はい。で、これも初めて買ったシリーズ。なんか見た目が可愛かったのでパケ買いです、これは。マニョ。マニョって書いてある。マニョって何？魔女工場。インテンシブリカバリー。リカバリー系のマスクを2枚買いました。パケが可愛いとなんかこう惹かれて買いがちです。
はい。これがいつもの、リピ買い。センテリア24の、メガキャプチャーマスクはもうこれはもう、セールになってる時は絶対買うし、なんだろう、オリーブヤングのこう、ずらっと並んでるマスク売り場に売ってないんですけど、これ大体センテリア24のコーナーのなんか隅っこに、こうなんか立てかけて置いてあるので、いつもごっそりある時買って帰ってきます。このマスクおすすめです。このマスクでも今まで使った中で多分一番好きかもしれない。今のところのベストマスクがこれです。で、あとまたこれもパケ買い。アクアスムージングアンプルマスク。これもパッケージが可愛いから買ってみました。これは、パッと見なんですけれど、保湿系のマスクかなという印象です。これも使ってみたいと思います。リスキンって、ピンクだったりとか結構可愛い色が多いマスクが、私すごい好きで使ってたんですけど、最近見ないなと思ったら、なんか新しいのが出てました。2種類。こんな感じなんですけど、これも、これどんな感じなんだろう、全然わかんないんですけど、はい、今ちょっと調べたら、こっちが毒ダミのマスクで、こっちが復活草のマスクなんだって。あ、裏に書いてあった。毒ダミの方がスムージング、モイスチャライジング、カーミングだから、どっちかというと、鎮静系の、ケアができるので、復活草の方がスキンブースティング、フィーミング、お肌の引き締めだったりとか、あとは透明感出したりとかっていうのに効く、パックみたいです。これ、ピンクの方はすごい気に入って使ってたので、こっちも使うの楽しみです。これも、基本的にパック使ったらいつもインスタのストーリーにどうだったみたいなの結構上げてるので、よかったら見てみてください。で、最後、単品の最後はこれ、VT のPDRN って、なんだっけあれ、リジュランとかの成分と同じものが入っている、マスク。これもちょっとね、お高めだったんですけど、キラキラしてて気になったので買ってみました。これもまた最近流行りなのかな、この上下が離れてるタイプのシートマスクです。で、ここからはリピで、実際に使ってみてよかったなっていうのを早速箱で買ってきました。これなんですけど、前々回かな行った時に韓国で1枚か2枚買ったやつがすごい良かったので、まとめ買いをしました。で、これはグルタチオンかな確か。の、マスクで、かなり、透明感が出るというか、あとは、トーンアップかなができるなという印象だったので、これ、すごい気に入ったので、大量に買いました。で、これを買った後に、箱買いしようと思ったのに、そのお店ではなくて、で次のお店に行ったら、この箱バージョンも売ってたので、これ10枚入りかな？確か10枚入りを買いました。はい。だから今、在庫的には結構一番豊富にあるのがこのマスクです。これは、一番今回買った中で、新しく買った中では結構おすすめのパックです。で、あと、もう一個実際に使ってみて、これね、初日に韓国に行った日にオリーブヤングで気になって買ってみたものを、すごい良かったので、むくみだったりとか、このフェイスラインだったりとかをこう、上げれるマスクなんですよね。なんかこの耳に、こう、かけるパーツ、この下の上下分かれてて、下のパーツをこう耳にかけて、こうギュッとこう上げてくれるようなマスクなので、朝使った方がいいっていうのを口コミで見たので、朝実際に使ってみました。韓国行くと結構塩辛いものも多いし、お酒も飲むから結構むくむんですけど、かなりね、なんかこうスッキリした印象だったので、これ、良かったので、箱で追加で買いました。これ何枚入りなんだろう、箱の方は。開けてみよう。あ、でもそんな入ってないわ。4枚じゃん。全然入ってなかった。4枚入りでした。これもちょっとね、お高めパックなので、本当はなんかオリーブヤングのセールとかがあったら、まとめ買いしたいな、みたいな感じのパックです。
はい、今在庫が5枚になってます。なんだこれ4枚しか入ってなかったらもう1箱買えばよかった。あとこれセールになってたので、これ無リピで買ったんですけど、いつもこれのブルーの方を買っていて、日焼けの後とかにこうクーリングしたい時とか、あと私もともと赤みが強いので、朝メイクする前に時間ある時つけたりとかしてるマスクです。これが、セルフュージョン C の、クーリングマスクがマイナス 4.5 度の、歯科配合の方かなを、これが箱で安くなってたので購入しました。何枚入り ?5 枚入りです。フィジオジェルの、シートマスク。これが4枚入り。これもね、初めて見たので買ってみました。なんでこれ箱で買ったんだろう。箱しかなかったのかなちょっと記憶が曖昧なんですけど、ナイアシンアミドが 5% 入ってる。フィジオジェルのパックは、どれだっけピンクのやつとか、結構リピして買ってたので、これもきっといいんじゃないかと思って、今回買ってみました。これまだ使ってないので、また使ったらレポしようと思います。はい。で、パックはこんな感じ。で、あと、最後オリアンで買ったオリーブヤングは、あとこれかな？ニキビのパッチがもうすぐなくなりそうだったので、追加に買いました。これなんか、触った感じ、ピンセットが入ってそうな感じです。ニキビパッチもいっぱい種類があるからどれがいいのかわからないんですけど、いつもなるべく薄そうなやつを買ってます。その上にメイクしてもあんまりわかんないようなやつが個人的には好きです。これも多分結構薄いやつだと思います。で、ここまでがオリーブヤングのスキンケア。で、あと薬局で買ったスキンケアが2つあるので、これを紹介しておきます。もうセンテリア24大好きなので、見つけるとすぐに買ってしまう。これ初めて見たセンテリア24のマデカデルママスクっていうマデカデルマ初めて見た。これもなんか保湿系っぽいですよね。なんかそんな感じがします。で、これはオリーブヤングじゃなくて薬局に売ってたので、ひとまず2枚買ってみました。なんかね、触った感じ結構クリームマスクっぽいかも。あんまりなんか美容液って感じじゃないかな。ちょっとまた使ってみて、これもレビューしたいと思います。見えるかな？リジュオールっていうブランドのクリームなんですけど、PDRN が結構高配合のクリームで、なかなか人気で薬局でもすぐに売れてしまうそうなので、運よく見つけたのでとりあえず1本買ってみました。こういう感じね。なんか色は半透明のクリーム。なんか匂いする。私好きじゃないかもこれ。匂いは正直あんま好きじゃないけど、ちょっと一回使ってみたいと思います。で、あとは、コスメで、珍しく色物っていうか普通のスキンケア以外のコスメを買いました。ウェイクメイクのアイシャドウを買いました。これもう完全にパケ買いに近いんですけど、これすごい使いやすそうだったので、この色何色入ってる？ 16 色入ってる。ディオールのバックステージって9色ですよね。それよりもいっぱい入ってる。こんな感じ。なんか涙袋描いたりとかするのにも使えそうな色だったりとか、あんまりこう派手なカラーがないので、ちょっとヌーディーめのメイクをするときとか、ナチュラルなメイクをするときにちょうど良さそうだったので買ってみました。はい。これなんか普通に普段使いで使えそうなので、旅行の時とか1個持っていくと全部カバーできそうなので便利ですね、これ。はい。これがウェイクメイクのアイシャドウでした。タンバリンズの、
カーディフューザーをずっと欲しかったのを変えたんですけど、これどうやって開けるの？フューザー。これがビガリコって読むんで、これ。はい、こちらです。開封。どうなってるの？あ、ちゃんと個包装になってる。開けちゃう。あ、いい香り。早速、明日、車に設置しようかな。あ、こうやってやるんだ。こうかな。壊しそう。こうだ。これを、なんだっけ、エアコンが出るとこかなに、パチッと止めれる感じになってます。これね、なんか白系のやつと、黄色、ちょっと黄色っぽいやつのこの2色で迷ったんですけど、最終的に私はこっちの方が好きだったので、これを買いました。あとは、もうちょっと、アクセサリーとかになるんですけど、でね、マンデーエディションっていう、ハンナムドにあるお店に、ずっと行きたくて、今回初めて行けたの。で、それで買ったのが2つあるんですけど、ネックレス。めちゃくちゃ可愛くて、一目惚れしてしまって、ちょっとね、お値段はあんま可愛くなかったんですけど、ゴールドのやつを買いました。見えるかなこれ。はい。星がネックレスの、チェーンの途中に何個かついてる。これが、値段いくらだったかな ?5 万円ぐらいしたかな。これ普通の18金だったかな確か。か15金だったはず。はい。これなんか重ね付けするのに良さそうだなと思って買ってみました。で、あともう一個が、こっちの方が有名な気がする。マンデーエディションって、なんかスニーカーにつけるパールがちょっとバズってて一時期。それでずっと気になってたんですけど、パールをリボンになってるパールがあって、これをスニーカーにつけると可愛いので、ちょっと待ってくださいね。ちょっと雑につけちゃったんですけど、こんな感じでスニーカーにパールをつけれるカスタマイズできるアクセサリーです。かわいい、これすごい。これね、もう一個セットでついてるので、こっちにこうやってつける感じ。かわいい、これ買ってよかった。はい、そんな感じになっております。やばい、すごい長くなっちゃった。今回ちょっと購入品が多かったので、ちょっと大物のエルメスの購入品とレポートはまたちょっと別の動画に回したいと思います。ソウル市内の12店舗全部回ったので、それのレポートだったりとか、あとは、今回はフリーで課金せずにどれだけ買えるかっていうのを試してみたっていう感じのテーマなので、もし興味がある方はそっちの動画もぜひ、ご覧いただけると嬉しいです。韓国の Vlog と購入品の動画最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いできるのを楽しみにしています。それではバイバーイ。